じゃあもう蒸し麺、焼きそばの蒸し麺。やっぱりイタリアン、焼きそばにミートソースかけた料理ですけど、それ以外説明しようがないです。焼きそばでやった焼きそばじゃないみたいな感じ。うまっ、絶対出せない味。不思議ですよね。なぜイタリアンっていうのがよくわかんない。それはやっぱりドライブスルーがメインなのかなと思いますね。創業者が海外に視察に行って、ぜひこれを日本にもということで。イタリアン1個です。ありがとうございました。いらっしゃいませ。じゃあもう蒸し麺、焼きそばの蒸し麺。俗に言う焼きそばの麺というのはほぼほぼ蒸し麺なのかなと思ってますので、全国的にはこう蒸し麺がポピュラーなのかなと思ってます。10時オープンに合わせてまず焼いて、あとはもう1日お客さんの来方とか出方見ながら常にこう焼きだめておく感じですね。ファストフードなんで、まずやっぱりパッと出せないとダメかなと思いますけど、やっぱりイタリアン、焼きそばにミートソースかけた料理ですけど、それ以外説明しようがないです。子供の頃から食べてるんで、好きは好きなんですけど、当たり前のように食べてるものですから、こう説明が難しいものですね。24人ですね。週末は同じぐらいですけど、平日はやっぱりドライブスルーがメインなのかなと思いますね。創業者が海外に視察に行ってドライブスルーを見て、
ぜひこれを日本にもということで、周りに何もないところにポツンと店建てて、よしドライブスルーだってなかなか出てこないと思うんですよね。このフレンドっていう店ができる前が実はおまんじゅう屋さんで、そこで軽食メニューとして餃子やってみようかってなって、その後イタリアンが登場して、だからもともと餃子が最初ですね。もう店にあるものは全部ドライブスルーで買えますんで車社会なんで、もう1人1台乗ってくるような地域なんで、ちょうど良かったのかなと思いますね。外れます。30分、1時間後でも美味しく食べられるようにっていうような皮の作り方だとか、あんの味付けだとか、あんの練り方どうかというのは工夫してますんで、餃子に関しては全部冷凍で店の方に送ってますんで、工場は店から注文が来た分を出荷っていう形ですね。朝の鉄板が冷えてるんで言わないんですね。おはようございます。焼き上がった時間。お待たせいたしました。こちらオムレツイタリアンでございます。今ソフトクリームをお作りいたします。はい、お待たせいたしました。チョコが2分です。少々お待ちくださいませ。ありがとうございます。料理で。はい、お待たせいたしました。イタリアン1個、豆腐頭チーズイタリアン1個です。ここが地元で今上京っていうか関東に住んでて成中なんですけど、来ると食べて
食べたいなみたいな。いらっしゃいませ。ラーメン1枚とイタリアンが2枚です。はい、ごゆっくりどうぞ。うまっ。焼きそばであって焼きそばではないみたいな食べ物。なんで全国にないんでしょうね。絶対出すね味。不思議ですよね。なぜイタリアンっていうのがよくわかんない。でもうまいんですよ。ほんと20年ぶりに食べました。変わらない。この人のお兄さんのお骨をお寺に入れるんですよ。残ってたんですよ。そのお兄さんがこれ大好きなんですよ。だから今日そのお供えを持っていくときに自分らも食べていくぐらい、もう地元の人はもうソウルフードです。ちょっと話しすぎちゃいましたね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。1030円でございます。はい。1030円ちょうどいただきます。そうです。はい。はい。ありがとうございます。窓を閉めてお待ちくださいませ。はい。お待たせいたしました。オムレツイタリアンと餃子でございます。はい。はい。ありがとうございます。はい。お客様メロンソーダですね。はい。メロンソーダです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。